はい、皆さんこんにちは。さて、今日なんですけれども、格闘ゲームについていろいろと深掘りをしていきたいと思うんですけれども、結構調べるとその格ゲーの歴史であったりとか e スポーツにどう絡んでくるのかなっていうのが楽しかったんですよ。配信の中でいくつか、ちょっと告知もありましたので、そちらの方も楽しみにしていただければなと思います。では早速本編の方に行きましょう。コバさん一言どうぞ。スタート。はい、ということで、はい。格闘ゲームについてちょっと深掘りを、はい。していきたいなと思います。うん。格闘ゲームとはプレイヤーがキャラクターを操作してコンピューターまたはもう一人のプレイヤーと主に1対1で戦う対戦型の格闘ゲームで、通称格ゲーと呼ばれています。はい。プレイヤーは多数のキャラクターの中から自分の使用するキャラクターを選んで互いに攻撃し合ってうん。相手の体力をなくした方が勝ちというのが一般的なルールとなっています。はい。で、この格ゲーなんだけれども、ん。いつから、生まれたのか、うん。ちょっと歴史をね、はい。探っていきたいと思います。おお、楽しそう。はい、まずなんですけれども、はい。1976年まで遡ります。おお、結構遡りますね。そうなんです。で、セガが開発したボクシングゲームがあって、はい。ヘビーウェイトチャンプっていうのがあるんです。はい。ゲーム史上初の対戦アクションゲームと言われてるんです。格闘ってついてないんですか。そう、その頃はまだついてなかったんです。へで、この頃はまだゲームセンターなどに置かれているいわゆるアーケード版、アーケードゲームね、だったんです。はい。コバさんこれやね。こんな形してたんですか。そう、こういうなんか四角い箱みたいなのがあって、あれこれがじゃあコントローラー、こういうコントローラー、そうです。なんかこうグローブっぽいね、こあ、そう、の辺がグローブみたいなね。これが、ヘビーウェイトチャンプの、アーケードゲームはい。で、続いてなんですが、うん。空手道というゲームが出まして、うん。これがね1984年に開発されたんです。はい。でこれなんですが、世界初の対戦格闘ゲームとして、現代的な格闘ゲームの原型と言われています。やっとここで格闘がそうなんです、つきましたね。この名前が出てきました。はい。はい、で、操作は4方向レバー2本で行います。うん。左のレバーでキャラクターの移動、こうね。はい、で右のレバーで攻撃を行います。なるさっきのヘビーウェイトチャンプと比べるとだいぶ、今馴染みのある形に近づいてきたんじゃないかな。ほど。思います。レバーがついたっていうところがね。そういうことそういうこと。なるほど。これが、空手道の、操作、うんコントロールパネルになるわけなんですね。うん。で次ですよ。おう。 1987年、うんカプコンが開発した対戦型格闘ゲーム、何か分かりますか？ストリートファイター。その通り。ああ。そうなんです。出てきました。おお、なるほど。でこの時点ではまだ大ヒットには至らなかったようなんです。はい。でも、うん1991年に登場したストリートファイター2、うん。通称スト2です。はい。このスト2が大ヒットしたんです。最初はアーケード版のみ、いわゆるそのゲームセンターのみだったんですけれども、後に家庭用ゲーム機に移植され、特にスーパーファミコン版、はいはいはい。あれが大ヒットしてブームに拍車がかかりました。で、このスト2というのが、いわゆるその現代格闘ゲームの完成版ともいえる記念碑的作品の登場となったわけなんです。でその後格闘ゲームはさまざまなタイトルが発売されて 3D グラフィックスの採用とか、あとインターネットを利用したオンライン対戦など現在まで進化をまだまだ続けている。なるほど。継続中ということですね。そういうことなんです。はい。それでは、はい。続いてなんですけれども、格闘ゲームの特徴を3つ、三つ。紹介していきます。はい。まずは操作性です。はい。キャラクターを操作する際に多彩なアクションとかコンボ、いわゆるその連続技ですね、これが存在していて自由度が高いため自分なりのプレイスタイルを追求できると。また単なるボタン連打では勝つことはできない、高度な技術とか戦略が必要とされるため、プレイヤーのスキルアップとかあと上達がね醍醐味となっています。でこのプレイヤーのスキルがそのまま勝敗に大きく影響されます。だから
やり込み要素がたくさんあると。そういうことそういうことですね。極めれば極めるほど強くなっていろんな対戦相手に勝つことができると。続いて2つ目、キャラクターの魅力です。キャラクターそれぞれの個性的なデザインをはじめとして、キャラクターごとにストーリーとか、あとバックグラウンド、人間味あふれるエピソードが設定されているので愛着が湧いてくる。そうですよね。でまたそれぞれ特徴的な能力とか必殺技を持っているので、キャラクター同士の相性によって勝敗が決まることもあると。でこれらを踏まえてどのキャラクターを選ぶかが、楽しみ方のね一つとなっています。で続いて3つ目です。大会の開催です。日本の e スポーツ業界では特に人気が高いジャンルなんです。プロの選手もたくさん存在していて、そのため大会やイベントも数多く開催されています。プレイヤーたちにとって目標や刺激が生まれているんだって。これがね格闘ゲームが進化し続けている大きな要因になっていると。みんなの応援があるからこそ開発者の方々は、より新しいものを生み出さなきゃということになってるんじゃないかなと思ったりします。相乗効果でね、そういうことそういうこと盛り上がっていると。でこの対戦格闘ゲーム世界中で人気があるんですが、各地域によって人気のタイトルが別々変わるんだって。でその中でもほとんどの国でほぼ必ずプレイされているタイトルというのが、さっきも言ったストリートファイター。その通りなんですよ。このストリートファイターを知ることで格闘ゲームをより深く知ることができるのではないかということで、今回はストリートファイター1タイトルにギュッと絞って紹介をしていきたいと思います。では、ストリートファイターについて改めて紹介をしていきましょう。ストリートファイターとはカプコンから発売されている格闘ゲームのシリーズです。1987年の第1作から多くのシリーズが発売されていまして、世界中で最も愛される格闘ゲームの一つとなっています。で、この特徴のうちまず1つ目ね、コマンド入力です。レバーがありまして、そのレバーを特定の方向に動かしたり、あとボタンの順序とか同時押しをすることで、キャラクターが技を発動するための操作のことです。これがコマンド入力と言います。でこのコマンド入力によって必殺技の種類が圧倒的に増えました。これによってプレイヤーはさまざまな技を駆使して戦うことになりまして、格闘ゲームの技術面の進化、そして戦略性の向上をもたらしたんです。特にストリートファイターはシンプルで独創的なコマンド入力が注目を集めていて、その後の格闘ゲームに多大な影響を与える金字塔的作品となりました。コマンド入力のその組み合わせで結構革命的なことが起こったんじゃないか、そういうことそういうこと。それがストリートファイターというタイトルの特徴の一つでもあるみたいなね、ここから始まったのではないかなと思います。さてそしてですよ、次に注目したいのはキャラクターです。ついに異文化キャラクターということで、ストリートファイターには異なる国や文化のキャラクターが多数登場します。国際色豊かなラインナップが魅力の一つとなっています。またそれぞれのキャラクターには独自の技やストーリーがあって、多くのファンから支持されています。今回はこのストリートファイター2ですね、ここからちょっと何人か抜粋したんですが、まず竜、赤い鉢巻きに白い道着がトレードマーク。真の格闘家への道を追い求めて世界を旅している日本出身の主人公です。で主な必殺技は何ですか？波動拳、昇竜拳。正解です。この2つですね。昇竜拳、それ波動拳、それです。そして続いてはチュンリーです。中国出身、華麗な足技で戦う ICPO の捜査官です。警察官ですねということで、行方不明の父を探すために18歳で刑事になったエリートやね。そうですね。で主な必殺技はスピニングバードキック。どういった技なんですか？頭が下で足が上、なんかこうブレイクダンスみたいな感じなんだけれども、こうちょっと宙を飛ぶんだよ。さて続いてなんですが、ガイル、アメリカ出身のハードボイルドなファイターです。主な必殺技はソニックブーム。それさあ続いてはブランカ。ブラジルはアマゾン出身の心優しい大自然の戦士。
電気うなぎとの格闘で身につけた放電能力で戦います。電気うなぎ。そうなんです。必殺技はエレクトリックサンダー。なるほど。電気うなぎにじゃあ出会わなかったら、うんもしかしたら格闘家に、ね、なってなかったかもしれない。もしかしたら、ね、この一つのきっかけですよね。電気技のルーツが、そうブランカのね、そういうのを調べていくと、はい、多分すごく面白いと思う。面白いですね。うん。はい、そしてはい、これはボスキャラですね。ああ、なるほど。ベガです。あ秘密犯罪組織シャドルーの総帥で、あ、はい。出身はこれ不明なんです。へどこ代表かっていうのは不明なんですねじゃあ。出身不明のキャラクターも出てくると。そういうこと、そういのがいううこと。特徴の一つでもある。うん。で、主な必殺技はサイコクラッシャー。おお。サイコクラッシャーアタック。サイコクラッシャーアタック。はい。こういうやつちょっと光るんですね。そうまあ今ちょっと何人かを挙げさせてもらったんですけれども、はい、コバさん、はい。このキャラ好きだったな、このキャラ使ってたなっていうキャラクターいますか？やっぱエドモンド・ホンダ、どんなキャラクターです？こういうキャラクターです。こういうキャラクターって、こういうキャラクター。いわゆるこの相撲レスラーですよね。そうです。はい。こういうキャラクター。めっちゃはぎてしてますけれどもこういうキャラクターです。それからまああとはダルシム。ダルシムとな。ダルシム。これ多分火入ってるんです。技の名前を言っていただければ。あ、なるほど。ヨガファイヤー。はい。確かね、当時ヨガファイヤーとヨガフレームとあったと思うんですけれども、はい、ヨガファイヤーの方が飛び道具、はい、でヨガフレームの方がこの辺までしか火が出ないやつですね。なのでそういった今コバさんが言ってくれたようなエドモンド・ホンダであったりとか、はい、あとダルシム、うん、ちょっと個性的なキャラクターもいっぱいいますから、そういうキャラクターを使って、格闘ゲームを楽しんでいただくというのが、一つの特徴でもありますね。はい、そして3つ目、e スポーツ関連なんです。ストリートファイターは格闘ゲームにおけるプロゲーミングの歴史を作った先駆けとも言われてます。はい、多くのプロ選手を輩出しています。また大会の開催とか e スポーツなどの競技化の先駆けとして、現在のゲーム文化の発展に大きな影響を与えたと言われています。なるほど。それほど僕らが体験したゲームって存在感が大きなものだったわけなんですね。長年にわたって蓄積されたコミュニティと歴史を持っていて、プレイヤーとしてもまた観戦者としても楽しめるゲーム。奥が深いですね。そうなんです。確かに一番最後に言ったように、僕らプレイヤーとしても楽しめるんだけれども、はい、勝負を見てるだけでも面白い。だから小さい頃ってゲームセンターに行ったけど、はい、自分でなかなかプレイするっていうのは腕前もねなかったから難しかった。でもそれを傍から見てるとなんかね、僕もプレイヤーになったような感じがしてすごい楽しかった。でそれを見て学んで、今に至るっていうのもあるかもしれません。さあそしてですよ、今までずっとストリートファイターまたストリートファイター2に関して、はい、ちょっとご紹介をしてたんですけれども、はい、ストリートファイター5というのが、はい、ありまして、これが最新作なんです。5です。5です。シリーズの伝統を継承しつつ新しい要素が盛り込まれた魅力的な世界観で、これまでに挙げた特徴がよりアップデートされた作品となっています。最新の技術を駆使したハイクオリティなグラフィックとサウンド、はい、大幅に増えた全45名のキャラクターすごいねめちゃめちゃ多い。いるんだ。そして初心者にも優しいチュートリアルモード、つまり誰でも簡単に始められますよっていうことですね。そしてオンライン対戦機能とか e スポーツ大会の開催などコミュニティを形成する機能の充実、こういったところも e スポーツに絡めてきてるわけですね。なるほど。でこれらの要素がストリートファイター5を世界中で人気の格闘ゲームにした要因となっています。さて、はい、こうやって紹介すると、ちょっと面白そうやなとか、実際にプレイしてみたいなと思った方いるかもしれません。いやそうでしょうね。で僕らもですよ、ちょっとプレイしたいじゃんと、ということで、このストリートファイター5、配信を決定しました。マジか。そうなんです。ありがとうございます。僕らで対戦していきます。で、いつ配信かっていうのはですね、またこの辺に、この辺ですね。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。さあそしてですよ、今年2023年の6月、ついにストリートファイター6の新作が、そうなんです、出ると6ですよ。6です。おめでとうございます。おめでとうございます。でこの6に関しても改めて発売直前に
このチャンネルでね、はい特集する予定なので、皆さはいんどうぞ楽しみにしていてください。はいはい、ということで今回は格闘ゲームについていろいろと深掘りをしていきましたけれども、はい一番最初、ね、格闘ゲームの原点というか、歴史からねそう、そして紐解いてストリートファイターに至るところまで紹介したんですけれども、やっぱこう自分がプレイしたことのあるゲーム、そして幼い頃に見てたゲームっていうのはすごく思い入れが深いよね。はいそうですねなのでそういう思い入れもこれからちょっとこう蘇らせながら、はいさっきもお伝えしたんですけれども、ライブ配信ありますので、楽しみですね。そうなんです。そこで、コバさんとそして皆さんと楽しんでいきたいなと思いますので、はい、はい、ぜひ皆さんもちょっとストリートファイター、はいもちろんこの格闘ゲームね、興味があったら、一回調べてみてください。はいさて、ではいつも通りはい、コバさん最後の締めをお願いしたいなと思います。締めはやっぱこうですね。じゃあみんなまたね。バイバイ。バイバイ。まずキャラクターです。はいはい、キャラクターを操作する際にごめん間違えたか間違えた俺間違えたなこれ。キャラクター性操作性っちゅうてんやん。今回は格闘ゲームということで、そうですね。いかがでしたか。いやスト2とかストリートファイターとかさ、はいその歴史をたどっていくっていうのはすごく面白かったし、確かに今まで僕はそういうのを調べようと思わなかったからゲームが楽しければそれでいいと思ってたんだけど、一番最初のねその格闘ゲームの原点ってコントローラーも